一人じゃないけど、なんかちょっと振り返りみたいな感じじゃん。だから緊張してんの。そうそんなんで、そんなんでとか言ってもさ、そんなんさ覚えてないかもしれない。おいしさんもおいしさになった時。本当に意外とね、やっぱ覚えてると思うのよ。ちょっとずつ思い出していくと思うの。蘇っていくと思う。それを助けてくれるラストがいるの。そう。脳のその記憶の部分をね、強いじゃん、記憶部分は。本当かよ。強いよ。本当出来事はなんとなくは結構覚えてるかもしれないけど。結構覚えてるよ。自分が覚えてないだけなのかもしれない。だけど脳のキャパ的な問題のあれなのかもしれないけど。まあ知ってる人もいると思うけど、前にねグループをしてて、一番ところでね。そうで、まあちょっとね、ここじゃ自分はちょっと自分の魅力は出せないかもって思って、でこう見てたのね、いろいろそのサイトとかオーディションサイトみたいなのも見てたし、でも子供メンタルを知ったのはマジで前で、5年前とか6年前とか、そうぐらい前で、その時は日常が毎日同じ繰り返しでつまらないなーって感じてたので、そうで、もともとアイドルは好きだったから、もう何気なくこうさ、ご飯食べてるとやっぱり YouTube 見るじゃん。見てたら全キメさんが出てきた。で、みたいな。のりさんはそういう可愛いのが好きだから、結構カラフル、指可愛いみたいな、そんな感じだから、めっちゃ可愛いやんってなって、見てたのね。でなんかさ、ライブ動画とかも出てくるじゃん。出てくるから。それで僕食べを見たの。そしたら、うわめっちゃかっこいいやんってなって、こうドキドキしたの。うわマジでかっこいいみたいな。自分はその時に心動いたから、そういう人になりたいなって思ったのね。で、それはずっと頭の片隅にいたわけよ。でもこう毎日同じ繰り返しみたいな感じで、で前のグループ辞めた時に、もう次で絶対に最後にしようって決めてて、ちゃんとやりたいから、やるからにはね。だからそういう自分が好きなところに入りたいなってそう思ったし、ちゃんとしてるそうだなと思ってこのメンタルが出そうだなと思ってオーディション受けた。そうだね、ライブ映像そういっぱい CD 出してさ、すごいちゃんとしてるし。そうね、ライブにもいっぱい行けてたわけじゃないけど、1回だけね、行ったことがあって、全キリさんのライブに。やっぱその時もやっぱかっこいいってなったし、涙って感じだったのね。涙って感じだったの。だからオーディションを受けたから。それがほぼ、それは4年前だよね。4月からかそうだね。だから今日も4年経ってるわけ。そっか、4年経ってるね。そうなんです。でもオーディションめっちゃ苦手なのね。おじさんがすっごく苦手なの。面接とかでも苦手なの。だから電話も苦手なの、おじさん。だからそういうかしこまるとが苦手で、だから受からないってマジで思ってた。これは本当に思ってて、これは同性とかじゃなくて本当に思って受かったことがないから今まで。だから書類は受かって、でいざこう面接になりましたってなって、やばいめっちゃ緊張するってなってこうね行って喋ってたの。その時は社長。そしたらその場で合格って言ってもらえたのね。でマジかみたいになって帰りにこうやってそんな
って言おうと、そう。どんなこと喋ったかとか覚えてる？なんか自分はこういう思いで入りたいと思ってますみたいな、志望動機的な。あ、前はそれは言ったね。なんか、本当に前の事務所でみたいなこととか、なんかもっと自分は頑張りたいですって。そうそうそう。でもさ、何も知らない人からしたらさ、いやマジ口だけじゃんって。口だけの女だしとか見た目が見たから、その時の見た目がビジュアルだけ見たらぽいよね。そう、ビジュアルで見たらね、そういう意志弱そうなね感じに見えると思うの。その時の当時はめっちゃギャップだった。そうそうそう。でもやっぱここでやりたいと思ったし、その尊敬できる人がいるところでやりたいって思ったから、そうそうそう。だからそういうことを永遠と喋ってた。かな。合格となり、そこから合宿、そうラストもいた合宿が始まるわけですよ。これはねちょっと有名な話ではある。でも知らない人もいるかもしれない。そうなんですけど、2泊3日かな。そうだね。2泊3日なんか宿舎みたいなところ。でけえ宿。なんか山の中のでかい宿みたいなところで、その時はのんのんもいたし、他にも4人そんぐらいだからそうだね。4人そんぐらいいて、で、厳しい合宿が始まるわけなんですよ。なんかそれは例えば今から30分以内にこのダンスの振り付けを覚えてグループで発表してください。その目の前にはその全キビさんのリーダーもいるし、その時はつれづれさんの小鉄さんとメイクいたし、くりおさんのこまりさんとそういたし、小持さんもいた。そういっぱいいたんだけど、そうその中でわあ、うちらはさ、本物だってなるわけじゃん。なんでよね。うわーってなるじゃん。しかもいきなり歌披露、歌一人で披露したりとか、そのグループになって、今からライブをしてください。この曲で。とか、もう結構、度胸試しじゃないけど、そういうメンタル系のことをやってた。本当にさ、何を言われるとかでもなく、本当に前日の夕方ぐらいにこの曲を覚えてください、来てください、課題各グループみたいなのが送られてきて、それもみんな行きの車とかで全力で聴くから。でも時間が足りないのどう考えてもいっぱいでうおーってなりながらもそう言ってそうやってライブして、あとなんかさ、あれもあったよね、写真撮られるポーズの練習みたいな。なんかカメラ構えられて全員が反面で見ながら、全員見ながらカシャみたいな。そんなんできないじゃん。そう最初はね、だからってなってたりとかねえ、面談みたいなのもあったし、各部屋回って一人ずつどこに入りたいですかとか第一希望聞かれたりとか、そうなんですよ。誰がライバルなんか言ってたの言われた気がするな。あったよね。同じグループならこの子がいいとか、そういう話をしたりとか、またマラソンいきなりマラソンしたりとか、そういう感じの合宿だったんだけど、その時はね、おじさんは結構ツンツン系だったんで、なんか誰とも慣れ合わねえ。マジで。みんなさ、もし行ったらさ、全員が仲間で付き合いってしないと思うよ。なかなか自分はそう思えなかったのね。そう、やっぱり、なんだろう、今まで、そう、人生を歩んできて、なんか、簡単に、一緒に
こう同じ熱量でできるみたいな人って難しいじゃん、やっぱ。そうどうしても差は出てきちゃうし、なんかこう波がある人だっているわけだし、それはなんか自分が相手のことをよく分かってあげられてなかったから、そう自分はこうやって突っ走っちゃってたのかなって思うので、今は。そうそうそう。その時の自分は自分でこう闘争心メラメラって感じだったから。でもさ、だけどまああそこってさ、誰がどこに入るか、まあ、正直うまい合いだったからさ、やっぱそれぐらいの王妃の強い気持ちがちゃんとみんなに伝わってたってことだと思うけどね。だって今でも言われるじゃん。あの時の王妃はもうすごいトゲトゲ言われるわけだから、それぐらいのなんか負けん気みたいなのは絶対みんなに伝わってたと思う。そう、まず気持ちだけで負けるなという気持ちでしかなかった。そうもうメラメラなの。そう、でもラストはすごかったんだよ、その時。本当に。それはまあ感動話がね、あるから。また。そうなのよ。そうだね。今はデレデレ系ではないね。デレデレ系ツンツンだったから、トゲトゲね。そう、尖ってた。そうなの。ねえ、合宿して、で、ですよって。そうだね。なんかその合宿を見て、誰がどこのグループに所属するかみたいなのを、そうスタッフさんたちが決める、メンバーとかが決めますみたいな感じで、そう星さんは最初、なんか噂によると、カプリオテロールには入る予定だったらしい。そう、予定だったらしいんだよ。そうなんだよ。まあ、ぽいといえばぽいけど、そうあ、そうだったのみたいな。それも小針さんから聞いたのかな。そうだった。そうだよね。なんか本当は王妃みたいな。隠れに入るってだったんだよねみたいな言われて、何ですかその話、知らないんですけど。マジ知らない。そういう話もあったりとかして、で、社長からこう、東京定期的やりますよって言われて、まあ内心、その時は、新グループよりも、全君さんに入りたかったから、おじさんは。ちょっと、マジかみたいな。ちょっと落ち込んだ。いや、それはだって目指してるところがさ、そう。入りたくて来てたら、そう。入れなかったではあるもんね。そう。やっぱ、そっか、自分じゃなかったって思ったし、その時同期だったアマネチが、そう、全君さんに入って、悔しかった、すごく。なんか、その時ね、合宿の時、仲良くなったのがアマネチだったのね。そうだね。そう。よく二人でいたから、だからこそ悔しかったってのもあるし、アマネチは、全君さんには好きすぎて入りたくないみたいな感じで言ってたからこそ、なんで自分じゃないんだって思ったね。でも、それでも子供メンタルが良かったから、そうじゃあやめますとかはなくて、それは、まあ、ちょっと時間かかるかもしれないけど、受け入れていかないといけないし、やるからにはちゃんとやりたいからで切り替わった、割とすぐには切り替わった、し、自分がじゃあリーダーしてくださいって言われたから、まあ、リーダーっていう柄じゃないけどじゃないんですよ、別になんじゃないんですけど、そう今でこそって感じでする。そうだけど、いや頑張らなきゃっていう気持ちになった。そうフェスティフだよって初めてみんなで集まった時から、その次ぐらいに超全体ミーティングみたいな、いろんなグループが集まって、まあ、自己紹介みたいな会みたいなのがあって、その日の全部の終わりにフェスティフ来てってこう集められて7人と社長で、お前リーダー、お前リーダーみたいな感じの決められ方してた記憶があるよ。確かにリーダー、その感じで決まるんだってねなった気がする。本当にそうなのよ。でもさ、ビビるよね。そう、ってさ、そのリーダーなるかもって思った、それまでに一瞬でも。
いやでもちょっと思ってたうんと思う。そう合宿組ではあったじゃん。顔見知り。自分そう顔見知り自分もしかしたら言われるかもしれないなと思ってた。覚悟はしてたからあそうか言われてあそうかってなったけど、でも柄ではないですよって柄ではないですよって思いながらもう頑張ろうとは思って、そうやっぱ自分の描いてるリーダー像っていうのはやっぱ如月めぐみさんみたいな如月めぐみさんみたいな前を走ってそうもうこう担いで引っ張ってくぜみたいなイメージだったからそうだから自分もそれにならなきゃみたいな感じで思いすぎててなんかめっちゃしっかりしないとって自分で最初の方ねできてくの思ってたからそういうなんか多分自分の良さっていうのを全然出せてなかった確かにね思うのでなんかなんかそのどういうリーダーであればいいのかが迷走しちゃってもう何がどんだか分かんなくなってたなんかこう引っ張っていくのがリーダーって思ってたから全てをねだからなんかポンコツやんポンコツやん別にそうだしなんかそれでそんなポンコツな人がリーダーやっていいのという気持ちではあったのでもそれでもそういうなんて言えばいいんだろうポンコツでもいいんだよって言ってくれたのがすごい自分は救われたしそうじゃあそういう決め事とかなんかそういうのはなかなか頭回んなくてできないけどやっぱ得意な人がいるからねけどライブではこう引っ張っていこうって思ったのそう誰よりもなんか周りを見れるようになってこう王妃が乗ってたらみんなが乗ってるみたいな乗ってるぜみたいなそういう雰囲気を作れる人になったら良いなと思ってそれは意識してるかもそれはさどのタイミングでそういう思いに切り替わったどうなんだろうねなんかラスちゃん的においさんがめっちゃすっごいやっぱリーダーらしいリーダーになり始めたなって思ったのがそのゴールのアディクトツアーかなアクトペンタゴンからこう上昇に来てゴールのアディクトツアーでやっぱめっちゃ死ぬほど怒られたしリーダーらしくしろって言われたしお前が生まれたってしまったわけじゃんだからそこで結構責任感がより増しただろうなって思うやっぱ直接さ分かっててもさなんかお前がリーダーなんだからって言われたらさそうと思うんだよで、言われて、なんか自分の中で意識はあったと思うけど、よりその辺で強まったのかなって、体感で思ったんだなってめっちゃ変わったってそうだねなんか多分すごいガラッと変わったのはそのゴールドアディクトツアーでこう社長がさこう遠征ついてきてくれてライブ来てじゃあ俺が変わらないと出てよくれないんだよってで言われてはーってなってたのねそうだよねそれでもそれは思ってたし自分も感じてたからやっぱ自分も変わらないとなって思ってたしテテフね背負ってるじゃんまあみんなそうだけどね背負ってるからやっぱりね上に行きたいって気持ちはあるからもっと頑張らなくちゃってそう煽りとかもさ煽りがマジ苦手で本当に苦手だったのね本当に最初の頃とかはマジで決めてたのねそうだねどこの全員で決めてたしそうどこのここでこういうことを言う誰がここで喋るみたいなそうやっぱそれも大事だ
けど、でもやっぱライブ感っていうのはさ、その時の雰囲気と、そのお客さんとのなんかその、兼ね合い兼ね合い。まあ状況によるもんね。そうそう。から、一概に、ここでこうやって言うのは、なんか合ってない時もあるし、そうそうそう、状況見てできなかったの、うちらは。そうそうそう。だからそれも、今は、割と良くなってできるようになってきてるし、そうそう、やっぱ著しく、そう変わったな、おいさん、なんか良くなったって思ってくれてるのは、ゴールドアディクトツアーなのかもしれない。そうそうそう、でも個人的にね、そうそれは第2段階だと思ってて、そう第1段階が自分の中でそうあって、でも結構もうちょっと明確には覚えてないけど、配信をいっぱい出させていただいた時があったのね。もうそうなんかレギュラーぐらい出てきた。そうそうそう、なんかさ、最初の頃はさ、その他グループの人とこう交流とかあんまりなかったから、そうそうそう、だけどなんかいつからか高木さんの配信とかもよく出させてもらってたし、そうそうそう、なんかそういう配信、スナックきさらぎとか、そういう配信にいっぱい出させてもらってる時に、なんかその今まではさ、自分らのグループからのグループのメンバーからの視点でこうやっていろいろ言ってくれてたけど、そう他のグループから「オヒってこうだよね」みたいな、こういう感じじゃないみたいな、なんかリーダーもいろいろあるじゃんみたいな、そのリーダー会とかあったじゃん。あった、リーダー会やってたわ。そう、その時に、あ、そうやって見られてんだ自分って、そう客観的に見ることができたのね。で、あ、そういうリーダーでもういいんだって、そこでちょっと自分の気持ちが軽くなったのね。そうそうそう、なんかそういう影で支えるじゃないけど、こう縁の下じゃないけど、そういうなんかこうやって引っ張っていくかじゃって、みんなに愛されるリーダーみたいな、別に自分で言うのキモいけど、ちょっとなんかそういうのもリーダーのあれか、見え方とかだったりするのかって自分の頭の中じゃなかったから、気づかされて、ちょっと自分の価値観みたいなのは変わった。でもそれってさ、多分2年目とか。そうだよね。だから最初はマジで「お前らもう分からない」ってなってたんですよ。そうそうそう。からなんかちょっと肩の荷は下りたというか、なんか受け入れてもらえた気がして嬉しかった。嬉しかった。そう。1年目はなんかさ、記憶ある？1年目か。記憶一番あれだったな。大きくさ分けるとさ、1年目はさ、初ワンマンして、ツアー回って、でなんかライブなくて、でもう一回年末メリツアー回って、でまあちょっとかな、1年目は。そうだね。なんかめっちゃさ、苦しかったとかある？よりはやっぱなんかリーダーって何はみたいな感じだったもあったけど、やっぱさ、最初ってさ、何もわからないじゃん。右も左もわからない状態だったし、うちらはさ、全員同期だからさ、何も知らないわけよ。全員が全員。だからさ、なんか、藻が来続けてたから、それが苦しかったかも。なんかわかんない。いや、今となったらね、やることもいっぱいあるけど、当時は、やっぱり、何をどうしていけばいいかわかんなかったし、ずっとね、待ちの姿勢ではいっちゃってたから、確かに、もっとやりたいですって
言ったらよかったなって思うし、そう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 。なんか、違う方に、全員でがむしゃらに進んでた感はあったよね。ね、夕日の反対側に。夕日の反対側に。でも、なんだろう、苦しかったなってことは、まだないかも。その、やっぱ、ライブない期間あったから、そうだね。それは確かに苦しかったし、自分はなんでここにいるんだろうって思ってたかな。そう。そう、でもそれってさ、自分が動かなきゃさ、そりゃ何もできないよなって。そんなことも知らなかった。そう。ね。ユーザーになってくれてありがとう。言ってる。ありがとうって。本当だよね。いや、ありがとう。そんなこちらこそ。そんな、本当に。なんか、ありがとう。そうやって言ってくれる人がね、結構いるんですよ。そう、メンバーもね、そうやって言ってくれるんだけど、それはこちらこそだよっていつも思ってる。本当に助けられてるんです。皆さんに。ありがとう。合宿組って選ばれしメンバーなんですか？選ばれし、なんかオーディションが違うんだよね、合宿組とそうだね。合宿じゃない組は。確かに。そう。うちらが合同オーディションでどこに入るかみたいなオーディションを受けて、その配属先を決める合宿に行ったけど、それで、東京テスト、東京テスト、あと東京テスト。そう、3人はね、そうその合同合宿、間違えた、合同オーディション。で、シングルジェットですよってなって、その東京テストってとこに入りますので、そちらのオーディションが行われますって入ってきたのが、他の4人。そう。そうそう。だから、そう、合宿組は、ちょっと先にね、受けてた。そうそうそう、受けてたね。そう、みんなで違う方の夕日に走ってた話。そうそうだね。あれだって思って走ってたら全然違うかった。そうそう、やっぱさ、ライブしたくて、歌いたくて、ここにいるから、それが、やっぱずっとないってなると、存在意味をなくしてしまってる気がして、そういう気持ちになって、ちょっと苦しみって感じではあった。そう。まあなんか生誕の寺院を読んでくれた人は知ってると思うけど、なんか結構自信ないタイプで、おじさんが。そう。だから、なんかその、自分がここにいる理由をずっと探してたし、なんだろう、自分には価値がないってずっと思ってたから、そう、価値をつけるために、なんかめっちゃ頑張ったりとか、そう、自分のことをちょっとでも好きになれるように、なんだろう、なんか、資格取ったりとか。すごい、マジですごいよ、それを。そう。行動に移せるのは。そうとか、そういうのをしてたくらい、なんか、自分は何もないからなーって思ってたのね。それでも、ここに、このメダルに入って、ゆずりは王妃になって、ここに、ね、なんか、いたら、すごく、みんなが、なんだろう、おじさんで元気づけられたよとか、テフテフなライブ見たらめっちゃ元気になったみたいな、そう、涙してこうやって伝えてくれる子もいたりとか、いっぱいいろんなところに来てくれるとか、やっぱそれってさ、すごく嬉しくて、もう自分らが頑張れる理由ってそれでしかないから、本当に、そう。だから1ヶ月さ、活動休止なんだっけ、そうだよ、そうだね、活動休
した時あったじゃん、今年の2月か。あの時にすごくそれを感じたんだよ。そうそう、やっぱねそう感じたのね。その時にすごくみんなが待っていてくれてる、蜃気楼がね待っていてくれてるってのも心配してるだろうなってのもすごく感じてたし、やっぱりねメンバーもさ心にはさやっぱちょっとふーって傷を負うわけよ。外傷がなかったとしてもやっぱねあると思うし、そう、まあ自分もちょっとショックではあったけど、別にすぐにいけるなって思ったの。すごいよ。そう、だから、逆にね家に入れないタイプじゃん、もともと。なのに、またさらにこれは家にいさせられたら自分はもう溶けていなくなってしまうかもしれないって思って、そう、だから自分を守るためにもあるのかもしれないけど、みんなのことも心配だったから、現場に連れてってくださいって言ってみんなに会いたかったイエーイイエーイそう、会いたかった。それだけです。それだけです。はい。いや、素敵ですよ。だから、こちらがこうどんな時でもね、ちょっと辛いみたいな時でも、苦しいって時でも走っていけるのはマジで蜃気楼のおかげなんです。蜃気楼のおかげなんです。ありがとう。そうそういうですよ。愛ですねって、そう愛なんです。そうなんや。でっかい愛なんです。じゃじゃじゃいい感じ。うまい。ね、うまい。そうそうね。そのさ、増えてくまでのさ、そのいっぱい好きだよって今こうコメントしてくれる人もそうだけど、増えてく、そういう蜃気楼が増えてくまでの過程も結構長かったと思う。電波がなんだっけ、蜃気楼が増えてくまでの過程が結構長かったって思う。そうね。じんわり増えてはいたけど、なんだろうな、結構対バンとかもなかったし、なかった。一年だったらもう全員顔見知りの、全員誰が分かる、まあ今も別に分かるんだけど、なんていうんだろうな、なんかテフテフができ始めてからのずっといる人で、2年ぐらいほぼずっとちょいちょい変わったりしながら、あれ一緒だったと思うんだよね。その期間で結構変わり映えしなかったけど、もうだから2年目かな、まあ、5人になってすごいかな。でもね、なんかさ、こうもともと子供メンタルが好きな方々がさいっぱいいるからさ、それに甘えてるのも嫌だなって思ったし、すごい嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、やっぱもっと広がってほしくて、自分らのね、その東京って人がもっと、そうだって2年やってるのに子供メンタルを知らない人には伝わってないのは嫌だって思って、でちょっと広がるためにはどうしたらいいんだろうみたいな、結構うちら話あったじゃん。そうで、まあ対バンもしてこうみたいな話になって、私はマジで10回ぐらい言ったもんね。入ってからずっと別にもう何がなんだろう、なんかそれをしたからめちゃくちゃどう変わるとかまでは分かんなかったけど、とにかく名前を知ってほしくて、もうなんかそれもさ、対バンに出れるぐらい、子供メンタルとしてのクオリティがなきゃまず外にも出れないのも分かるけど、とにかく名前を知ってほしい、存在を知ってほしい、そう広まりたいって広まりたいって何回も言った記憶があるな。そうだね、言った、しょっちゅう言った。でその度に
かそのコロナとかもあったからね、なかなかそもそも外に出れないのあったんだけどね。ってなってやっとできたのがその衣装が変わる直前ぐらいだったから、それこそアクトペンタゴンぐらいの時2年目。そうだね。あれ2年目なのかぐらいだったらね。ね、なんかでもそうね、なんかなかなかさうまくはさいかないじゃん、やっぱなんかすごい地道な積み重ねがすごい大事だなって気づかされたんだよね。例えばさビラ配りめっちゃしてたじゃん。めっちゃしてたよ。地方でもさ、ライブ前にさ、こうやって商店街とかいっぱい配ってたりとか、リリーベの前とか駅で配ったりとか、そうそうそう、それでさやっぱちょっとだけど本当に一握りだけど、それで今来てくれてる人とかもいるし、出会えた人もね、いるし、やっぱそういうのを見るとやっぱね、意味あるんだなって思うし、広まってる、ちょっとずつでもって思える。そうだね。で知ったのアンチノックの対バンだった。そうか。そうだよね、こう対バンはね、見てくれる人がやっぱ自分らのお客さんじゃなくてもいるから、それでね、いいライブしたらさ、ちょっと何このグループみたいな、気になる、楽しいしみたいな感じで来てくれたりとかするし、そっからね、いろいろ来てくれるようになった人は、今はね、いろんな対バンに出たいよねって最近の話してはいるんですよ。そうだね。どこでも駆けつけてそっか。アクトペンタゴン怒涛だったからな、対バン。そうね。みたいな感じで。そこでも結構変わったよね。なんかさ、その時はさ、もう吸収するものしかなかったじゃん。うちら、なんかその子供メンタルのみんなの背中を見てるとはいえ、ライブで一緒になることが全員とかあんまなかったよ。なかった。一緒にククリオさんがよくやってたけど、テフはその時はさ、あんまりさ、バチバチ系の曲は全くなかったし、もう見せる、踊るみたいな感じだったから、ククリオさんはククリオさんみたいな感じで、何をさ、こうさ、吸収していいか分かんなかった。確かに難しかった。ジャンルが違ったよね、その時は。なんかうちら結構ダンスとか歌とかそういう感じだったからね。だけどアクトペンタゴンからそのハイパーファンタジアがあって、結構変わってったなって思うの。青を初めてやったのとかも多分アクトペンタゴン福井でしょ、福井。そう、福井そう思うし、やっぱその青結構雰囲気変わってさ、確かにライブの感じめっちゃ変えてった記憶があるんだよね。ハイパーファンタジアが本当にいろんな曲入ってて、なんか今から変わっていくぞ、こういくぞテフテフみたいな、もうこれ聞いたら、あ、テフテフこういう感じでいくのねみたいなのが伝わるくらい、なんかいろんな曲入ってるから、なんかシスカタルシスとかもね、そうですし、全然違かった。シングルユーズとかもさ、今まであんまない感じだったし、そうだし、変わり始めたのがそこだなって思う。その時はさ、なんかあった？思い出す記憶、なんか辛かったか、ずっとなんか待って見てたとか、別にとにかく走ってた。とにかく走ってた。なんかさ、あんまさ、めっちゃ苦しいみたいなのさ、書き消してんのかな、記憶にない。なんだろう、記憶消してんのかな。いやでもさ、めっちゃ悔しいみたいなのはそういう感じはあるからさ、辛いみたいなのはないかも。確かに悔しいのが大きいのかもね、おじさん。そうかも。そうかも。だからあんまりそういうのはないけど、楽しい、楽しそうって、楽しそうなんだ、むずいな。なんだ、
ライブが楽しくなりそう、ワクワクってしてた。なんか、今までと違った曲がいっぱい来て、ライブの幅がめちゃめちゃ広がって、で、わあ、楽しみって思ってた。ワクワクって感じだった。いや、わかるわかる。確かにね。なんかさ、その、バンドさんともさ、よく対バンしてたじゃん。してた。結構、めっちゃってたね。そうそうそう、前ってかそのアクトペンタゴンもさ、結構バンドさん、アイドルさんよりかはさ、そう、バンドさんなんか多かった気がする。ゲチでアンチノックの対バンとかもそう、バンドさんだったから、結構さ、バンドさんのさ、曲中の煽りとか、語りとか、どうフロアをこう沸かせるとか、そういうのをずっと見てた。わかる。ずっと見てたんだね。ちょうど出てて。そうそうそう。全演者の方見てたから、そうだね。そういうので、ちょっと一つ階段登ったなと思えるツアーだったかな、そのアクトペンタゴンは。そうやっぱ苦手意識はあったからずっと、でもそれは払拭していかなきゃいけないし、やっぱステージでこう引っ張っていくなら、やっぱ自分もいっぱい喋らなきゃ、いっぱいっていうかなんかその、で、その沸かせ方っていうのを、こうやって言ったらこうやってなるんだとか、そういうのをやっぱ、キャパが少なかったから、もっともっと引き出しを多くしたいって思って、観察してた。し、トライして、なんだあれはって言われて、で、トライして、なんだそれはってなっての繰り返し。そうだね。そうツアーも最初と最後で全然強かったと思う。ねえ。本当に。そうそう。まあ、でもずっとツアー回ってるよね、うちら。そうだね。それ終わったら、でもしばらくあれだよね、ワンマン封印してた時だよ。すごいじゃん。そうだ。そうだよ、もうそのツアー終わって、もう次の2回目のリキッド、戦略リンクやるのが決まってたから、うちらはもうワンマンをやらないの知ってて、対バンしかやらないって知ってて。確かに。そうね。意外とね、新キロとかもさ、気づくんだよね、そういうのってさ、なんか、ワンマンやらないのとか、ワンマン見たい、長井社君のライブ見たいとか、じゃあ言われた。意外と、すごいなって思うの。自分だったら気づかないかも。わからない、本当に。自分がお客さんがあったら。でも、対バンだったら行かないって人が多いと思うのね。だって、メンタルってワンマンいっぱいやる事務所だと思う、比較的かなり。だから、対バンだったらいいやって言ってる人実際にいっぱい見たし、だから、確かに。ワンマンないんだ。行きたいのにって思ってたと思うよ。あ、そっか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 。気づいちゃったんだよ。なるほどね。その対バンだったらいいやって気づいたと思う。確かに。そう。アクトペンタゴンは大阪ビジョンめっちゃ覚えてる。高いところのやステージ。そうだよね。そこにいた。さ、ドラム缶あるとこ。な気がするけど、違うかな。わかんない。普通なんだっけな。そうか。そんな気がするよね。あ、でも、すごいさ、初めて来ましたみたいな人が多かった気がする。ね、多かった気がする。ビジョン。あ、やっぱそうだ。あ、めっちゃ覚えてるよ。なんか、わずらいさんとか、なんかちょっとテンポいいんじゃねみたいな感じで、こうちょっと広がってる時の、あれだったもんね、いっぱいツアーだった。ねえ、その時に結構、グーンって、それいっぱいになった気がする。マジで結構、うちらも力になってたよね。頑張れる力になってた。ずーっとさ、みんないろいろ来てくれるけど、マジで人少ないところとかもあったからさ、急に人が増えたってなった。そう、著しくね。思い出あるわ。それは太ってたわね。それ東雲じゃない？東雲？東雲かも。東雲？そんなあれだっけ？そんな先？なんかでも2回ぐらい行ってるから、3回行ってるから。確かに。最初の頃ね、ビジョンよく行ってたもんね。行ってた、めっちゃ行ってた。行かなくなっちゃったね。そうそうそう。アクトペンタゴンはタイバンのそれだもんね。演じさんの記憶がめっちゃあるわ。確かに。ハイテンションな。確かに。楽屋ワクワクする。でもそうだね、行くたびに人は増えてるし。
ね、嬉しい。確かに確かに。で、ワンマン封印。からの力ってるみたいな。そう。シミュレットリンク。そう。懐かしいのか、もうあれも。最近の記憶なんだけどね。そっちの方が。確かに。でもなんかさ、わかんない、今ね、頭ぐちゃぐちゃなの。ぐちゃぐちゃ。いろんなことが思い出して。わかるわかる。なんか全て思い出してさ、だから今のさ、東雲か、アクトペンタゴンかって分かる。それはちょっと多めに見てほしい。ごめんね。本当思い出せばちゃんと記憶ある。でもそれはやっぱ東雲だったかも。急にいっぱい来てくれたの。分かんなかった。いやー、そうだ。で、力チェレンも終わってからさ、そしたらもう、あれだよ。ゴールドアディクトになっちゃう。うわそう、だからね。きっとさ、まず久々のワンマンなのもあったけどさ、みんなが結構人たくさん呼んでくれてさ、やっぱソールドアウトはできなかったか、できなかったよね、多分。そう、だけど、たくさん人来てくれて、嬉しかった。とにかく嬉しかった。嬉しいが出すぎて、イエーイみたいな、うちらもテンション上がってるから、イエーイみたいになって、なんかイエーイ楽しいで終わってしまった。その直前が全解禁ライブがあったのね、多分バレンタインで。そうね。いや、全解禁ライブさ、超楽しみにしてて、本当に、テフテフでさ、ずっとコロナ禍で生まれたからさ、うちら、そういう、お客さんが一歩も動いちゃダメとか、こうマスク絶対とか、こうパーティション絶対とか、そういうライブしか子供メンタルに入ってできなかったから、すっごく楽しみにしてて、目に見えてね、楽しいが分かるのがね。もう、寝られなかった。帰ってから。アドレナリンドバーヤババーして。わかる。そう。絶対にさ、疲れてるはずなのにさ。そう。楽しかったね。楽しかった。マジで楽しかった。なんか、すごい可能性を感じたの。自分らもそうだし、一緒に立ってるメンバーもそうだし、なんか、すごい全員ベラベラの気持ちが伝わってきて、なんか、すごい、めっちゃいいグループにもっとなれそうって思った、その時。なんか、やっぱ、ライブに来てくれてるってことは、楽しいから来てくれてるの分かるけど、みんなさ、ここでしかさ、何もアクションがないからさ、本当に楽しいのかなってなってたから、そう不安がってたよね、うちらずっとね。よく不安がってた。で、楽しかったっていっぱい聞いちゃうんでしょ？そう、いっぱい撮ってくれて、楽しかったって聞いちゃってた。全部聞いちゃった。マジで全員に聞いてた気がするわ。今も聞いちゃう時あるけどさ、楽しかったって。でも、なんか、そう、楽しいから来てるはずなんだよ。でも、今だったらそういう人がいても楽しんでくれてるのは分かるけど、うちらがなんか例えば言葉の煽りとかをしてもさ、なかなか帰ってこなかったりする。シャイだからみんな。だけど急にね、みんなこんなに楽しかったんだって思ったわ。そう。ね、確かに。そうだね。で、ワンマンしてやりまして、それもまたさ、テフテフだけのライブでこんなにワンマンでみんなが遊び尽くしてるみたいな。初めての状況に浮かれたね。浮かれちゃったね。そう、浮かれたのに。そう、浮かれてしまってた。でも楽しかったよ、めっちゃ。その後の反省はすごかったけど。鬼反省。鬼反省してたけど。くっそ楽しかったね。楽しかった。久々のワンマン。そうだね。そして、そうか、ゴールドアネクトになるから。もう最近。そうね、コロナテクトも最近に感じる。マジで最近。まあ去年だし言うて、1年前だけど。そうか。そうか。ゴールドアディクトはフライヤー配りの時。そう。めちゃくちゃフライヤー配りの時。そう、合ってる。合ってる。怖いのよ。間違えてそうで。ゴールドアディクトがまあそれこそ何度も話してるけど、本当にそれぞれがめちゃくちゃ変わってって、漁師さんが鬼叱られ、そう、もうあれはね、忘れない、本当に。漁師さんが泣いてるの見たことなかったもん。だってもう声上げて泣いてたよね、もう。しかも過呼吸になりながら、そう。本当にさ、マジで見たことなかった。
れどこだっけ、なんか北海道とか北海道北海道だよね。もうなんだろう。そう長い学やん。そう。その時もね、一部二部あって、一部のライブの後に、じゃあ、これを言葉禁止って。もうまだまだもう禁止って。もっともダメ。もっともダメ。大好きも禁止。何何やったらいいってなって、自分そんなのできないかも。ここで絶対にお前は喋るみたいな。そう。メリーゴーランドの。そう。感想で。そう。なんか、自分の言葉で絶対に喋れって言われて泣いちゃった。そう。そのプレッシャーに押しつぶされ、ってなって、特典会、一部の特典会、涙流しながら出てきた。目真っ赤になって。で、そんなのさ、知らないじゃん。みんなね。一部に来てた人たちはさ、大石さんどうしたのどうしたのそう。ってなって。最近だけど。そう。ねえ。大号泣してた。そう、大号泣した、マジで。なんか、ねえ。本当に。さ、別にさ、新曲そんなになかったよね。なんかファイナルでさ、作詞の3曲やったの、ゴールデンウィーク。あ、でもそうか。そうだ。そうか。スペースを。そうか。すごいな。もう今でこそ当たり前にある曲もね、じわじわできてきたわけだから。歴史振り返り系じゃん。ね、歴史振り返り系だね。確かに。いやー、でもゴールデンウィークと、マジがむしゃらって感じじゃなかった？ずっと。そう、なんか、とにかく超走ってましたって感じ。一瞬だったし、本当に、なんだろうね、いっぱいだった課題が。何から手つけていいか分かんないみたいな。そう。マジで。感じあったな。ね。でも結構やっぱそこから人の感じが変わったね。確かに。来てくれる人全然違うし。なんか広まりつつあるなという気持ちだった。それがさ、大石さんの生誕あったやつ。名古屋であったやつ。あった。それはあ、そうだ、じゃあ違うわ。あれ最近あれ去年2個回ってる？去年のね、3個回ってる。成長ロギでさ。あれ、でもさ、ゴールドウィークとのさ、終わったのってさ、7月末とかだったね、多分。7月末？でもね、そうだよね。ネオ事情な気がする。皆さんのその名古屋での生誕。わかる。欲しい、なんか。ネオ事情は9月から10月から回ってる。じゃあ違うのか。ゴールドウィークなのかな。やばい、もうこの辺は本当に怒涛だったから。そう、怒涛すぎて、ごちゃごちゃです。ね、パンクしそう、今。でも俺の方が泣いて社長に笑われた。いいやつ。マジいいやつ。人のために泣けるってすごいよ。そうだよ。愛だよ。自分悔しいみたいなのもあるのかもしれないけど。まあね。そう。結構この辺から蜃気楼の、なんだろう、気持ち変わった気がするの。なんかうちらのその気持ちが明確にどうなりたいって思ってるのが伝わったからなのかなと思うけど、蜃気楼ももっとこうテステフのためにって思ってくれる人が増えたなって。やっぱライブって自分が楽しいから行くところではあるじゃん、絶対に本当は。なのにみんなそれにプラスしてなんかテステフがもっとこうなってほしい、売れてほしいみたいな人増えた気がするよ。それってさ、やっぱさ、なんかうちらがそうやって発信したから弱音をちょっと見せる、弱いところを見せるようになったからだなって思うのね。確かに。そう。うちらさ、いつもさ、ちょっと強がっちゃう。そうだよ。みんな強がるみたいな人がっちゃう。マジ鬼取り繕いだった。やばかったね。やばかったね。全部メッキ。そう。私、
それがマイナスなことだと思ってたの。うんずっと弱いところを見せるのがマイナスなことだと思ってて、でもちょっとなんか例えばさ、ここソールドアウトしたいって、こちらはなんかもっとでかいステージに行きたいし、みたいななんかそういうのも、あんまりめっちゃ言ってこなかった言ってこなかったねし、そういうのもやっぱ言ったりとか、ここの時は苦しかったとか、こうなりたいとか、そういうのをすごいこうね、表に出していくことで、やっぱさ、蜃気楼もさ、あ、そういう風に思ってたんだって、メンバーは、テンテルはそうなりたくて、そう思ってたんだ、じゃあ自分らも力になりたいって思ってくれてたから、るようになったから、なんかそうやって団結が生まれたんだなって感じる。し、ツアーを回るごとにやっぱり絆を感じる。本当に。で、なんか蜃気楼の輪がどんどん増えてってるのを見ると、やっぱりめちゃくちゃ嬉しいし、なんか各地回ってて、やっぱちょっと近いから、ちょっと車2時間かかるけど行っちゃうかなみたいな人とかも、増えてきて、やっぱ嬉しいなって感じてる今日この頃。マジでそうだね。すごいコールドアレクトのスペースオートめっちゃ覚えてるもんな。いやー、覚えてる。ね。すっごい楽しかった。楽しかった。もう全員さ、なんかさ、ステージからめっちゃ高いさ、柵にさ、へばりついてさ、とにかく前にねえ。そうだね。ねで、出力か。すぐだった。1ヶ月秋とかで始まった気がするよ。成長ログもさ、初日さ、めちゃくちゃ叱られたじゃん、こちら。めっちゃ叱られた。もうさ、全員さ、泣いてたよね。泣いてた。みんなで。こうやって、みたいな。それなそう。なんか、やっぱ自分らのことしか考えれてなくて。しかもなんかさ、成長ログってさ、こう、勝ち負けみたいなのあったじゃん。あった。投票で、みたいな。どっちが投票多いかみたいな。ので、やっぱそういう、ね、分かりやすいさ、勝負。ちょっとさ、負けず嫌い出ちゃうじゃん。出ちゃう。そう、でも、ね、負けたくないじゃなくて、本当はね、全員楽しいにしなきゃいけないのに、うちらは、負けってなってたから、それはさ、怒られるよ。何してんだよ。本当に。そうだよね。何を見せられてるのそう、だから、多分、必死すぎて、ライブも必死って感じになってたと思うの。やっぱ一番はさ、全員楽しいことじゃん。なのに、それができなかったから、お前らは、3年目とかにもなって、なんでだってなって、そうだってなって、そっからもね、成長したツアーだった。いや、マジで。だって1ヶ月しかなかったけど、濃かった。マジで濃かった。全然変わった。その勝負もあるけど、みたいなとこもあるし、そこでさ、直接さ、毎回西暦さんのライブとか見てさ、気持ちもさ、高まったりもしたしね。ヤボクさんも見てくれてる。蜃気楼は俺らのテフテフってしたいはずじゃん。うちの方がかっこいいぜって本当はしたいはず。だけどうちらは、ごめんこうやって、かけたいって間違えてとかで、そういうのもちゃんと分かった気がするね。そういうのがあったからこそだよね。やっぱ、今があるのはね。どこも楽しかったな、みんなでわちゃわちゃしながらで。すぐね、お事情が
それが1ヶ月空いてか、10月にやって9月空いて10月から始まった。もうだから1年経ってない、まだ始まるまで。そうね。早いね。これで3本目のツアーを回り出すわけ。やばいやばいやばい。すごいツアー、嬉しいよ。これはね、本当にこの間まで回ってましたから。本当にそう。最近なんだけどね。ね。シジェも楽しかったけどな、大変だった記憶もいっぱいある気がする。多かったし、いろいろ行った。確かに。いろいろ行ったね。いっぱいいろんな場所。もちろん一番最近なのね。なんかさ、抜け落ちてる感がある。記憶から？でも、すごくさ、なんか、まだなんだけど、そう、本当にただ1ヶ月の記憶が抜け落ちてるだけなのかもしれない。確かに確かに。でも、最近。でもさ、なんか、ここからだぜ、テフテフみたいな感じのツアーだった。個人的にね。確かに。そうかもね。なんか、やっと。これからもっと、勢力を増していくぜみたいな。台風か。全部覚えてるわ、でも景色は。さ、リリーベいっぱいやってた？結構バタフライドグマのリリーベ行った。見たら思い出すんだね。見たら急に思い出したわ。ファミもね、あったしね。ここがめっちゃ濃かった気もするな。いろいろあったし、初めてもいっぱい行って。そうだね。後半、てかそうだよ、ここからさ、おいさんさ、NSLE が途中から始まるわけ。だってさ、話しないじゃん。そうだよ。そうだよ、ここからだよ。NSLE。そうだ。なんかめっちゃ思い出した今。もうそう。すっごい思い出したから。ずっとテフテフの脳だった今。ね。そうだね。そうだね。そうだ。なんか、NSLE のお話をね、もらったときに、いつだ？それは始まる夏前くらいだった気がするよね。なんか、始まったか始まってないかみたいな。始まってたよ。始まってた。で、結構夏だったの。去年の夏とかに話をもらって、で、それはさ、ビッグチャンスやん。キサラギとメイとユッチ、もうさ、同じステージに立てるってだけでさ、大収穫祭やんって思ったのね。いろんなこと、ライブとかでもそうだし、一緒に一緒のグループになったらさ、やっぱいろいろ作ったりとか考えたりとかすることあってあるし、そう。そんなのは、やりたいって思って、驚いたけど、やりたいですって。そう、もう結構即答だった。そう。しかも、なんか、チームが2つまで、ノンノがルーラルでみたいな決まってたよ。そうだね。なんかそっちの方が早かったりとかする。早かったかも。チームが一番早かった。ノンノが一番すぐ決まってて、ルーラルやるよ、2つもやるよ、MSL やるよ、みたいな流れだった気がする。ね。うちらはさ、いい意味でさ、ずっと一緒にいるからさ、もう、平和の系がね。そう。すごく、平和、安定しすぎてたから、やっぱり、そういうさ、違うところから、自分らのグループにね、プラスになるものを、と思って、やりますって言ったけど、超英詞苦手なの。もう英語、全部苦手なんだけど、英語ガチってなって、そこだけがすごく不安だったの。なんかさ、
テステルのリーダーなわけじゃん、けどさ違うグループやるってなってさ、なんだなんか言われるかもとか思わなかった？でも、思ってた。思ってた。そう、その蜃気楼にも、いや、東京テレビ一本でやってよって、一本集中してよって言われると思ってたし、もともとさ、行方知れずつれづれそうだねだったじゃん、NSLE って。だから、逆にそっちの方に怒られるかなと思ってたの。蜃気楼とかよりも、そう、もともと行方知れずつれづれさんが大好きだった群青さんに、おーいって、まあ東京先生だろうって、何って言われると思ってたの。だから、そのアーシャ発表、アーシャ発表っていうかもうその新メンバーですみたいな発表がされた時はもうずっとスマホこう、ずっとこうで、エゴさしてみたいなってしてたら、しかもその時がちょうど NSLE みんなでご飯食べてたのね。そうかそう、その時ちょうどゆちが誕生日付近で、そうゆちもまだ入ったばっかりだから、まあ親睦会じゃないけど、おめでとうとかも兼ねてみんなでご飯行ってたの。でその時にちょうど発表で、はぁってなった。そうだよね。でも結構なんか印象的にはやっぱなんか言ってる人ももちろんいたけど、すごい温かくそうだった気がする。蜃気楼が結構思ってたよりも優しかった気がする。みんな懐でかってなって、頑張るよって。どっちでも頑張るね。そう、頑張った。すごくなんか嬉しかった。それがなんか認められた感じがして、なんかめっちゃ嬉しいって思った。10月10日だ。すごいよく覚えてるね。10月発表の日かも。じゃあやっぱツアー始まってめっちゃすぐだった。すぐだった。特典とか作ってたもん、なんかみんなで。そうか。そうまあやっぱりやってよかったなって思う。まだ1年経ってないけど。そうだね、確かに。そっか、だって11月にデビューしたから、そうまだ1ヶ月じゃない。1年経ってないね。1年経ってないわ。発表されてすぐ群青から群青とそれシビアごくいかね、シビアな世界だね。シビアな、そっちもそっちあるんだね、やっぱり。そうだよね、みんなでそうだよね。体壊さないで。まあ確かにテクテクも忙しかったというか、なんだ、いっぱいライブをやってた。ツアーをね、ずっと待ってたからね。そうでもね、そうみんなそうやって言ってくれるけど、マジでね、そんなね、そんなんじゃ壊さんよって。ちょっと今足やってるけど。今ね。足やってるけど。体調っていうか。そう。怪我でもやっぱりさ、違うところに行ったら違うものを吸収してるなって見てわかるよ。本当？やっぱさ、同じグループだからそうやってさ、わかんだよ。わかんのかな？だって今まではさ、その、テステクだけにいるおいさんしか見てなかったけど、やっぱさ、客観的にさ、自分のメンバーのライブを見るってさ、なかったじゃん。なかった、なかなか。だから、ラストとかもね、めっちゃ見てくれるもんね。楽しい。NSLE 大好きだよ。ニコニコ見てくれる。そう、キュってよね。おいさん見るの気まずいんだよ。見たいんだけどさ、見てるって気づかれたくなくて。どうして？めっちゃ楽しいからね。本当にいっぱい見る。そういつはこうやって。そうだよ。ジャンプしてノリノリ。そう、ノリノリでいてくれる。気持ちは戦わないタイプの文鳥が。後ろで見てくれてる。そう。すごいマジで誇らしいしね。嬉しい。かっこいいし。そう、これからもね、頑張っていきたいよって。そう。話なんです。喋れたかな？いや、わかんないけど。でもそうだね。ちゃんと辿ってきたよ、今。辿ってきた。気持ちよ。はい。
はい、わかりました。わかりました。ですかったそう、お時間がね、うん来ました。お時来ました。でもありがとう。そうねそれでさっきのまあそう活休の時の話につながってうん。結局新機能なんだよってことだよねやっぱでっけえ愛ってこと。うんそうだよ本当に、それでしかないんですよ。ありがとう。これからはどうなっていきたいですこれからうんまあ、そうだね。個性出して、うん個性出して、のびのびと、伸び伸びとのびのびと、やっぱり、東京テイステフは、うんもっと羽ばたけると思う。噛んで。噛んで、やばい。目めっちゃ羽ばたけると思うし、NSLA は、世界へと、ワールドね、ワールドねに向けて、そうそう、もっとうんでかくなっていきたいなって思うし、やっぱ、ライブをもっと、今でも楽しいかもしれないけど、もっといろんなことに挑戦して、なんか、新しい魅力とかを出していきたいなって思います。まだ見つけていきたいとそう。楽しみですねねえ、楽しみです。うんそんな感じで、個人配信でした。おみさんの。ありがとう、ラスト。いいえおいさんやっぱねずっとパマフルだけどやっぱ頑張ってきた感じるねはちゃんとリーダーしてくれてるありがとう。ありがとうございます。ほんと素敵なリーダー